はようございます。マイクのテスト中です。お待ちください。7月8日月曜日6時半になりましたので、ライブ配信を始めようと思います。よろしくお願いします。平日朝不定期でライブ配信をしています。今はこちらの模様を差し越しています。その差し越している様子を淡々と流しているライブ配信になっています。一緒に差し越しながら何か飲み物を飲みながら、また朝の時間ですのでお支度中のながらみなどご活用いただければと思います。早速集まってくださりありがとうございます。そしてコメントもありがとうございます。おはようございます。はい、朝から暑いですね。はい、ちょっと起きた時にそんな感じ、ムシッとした感じありました。飲み物をキッチンに忘れたので少々お待ちください。はい、一旦飲んで喉を潤して落ち着こうと思います。はい、では早速付近の方続きを差し越していこうと思います。変わったばっかりですのでまず糸の方ですね。後ほど概要欄に糸のこれ使ってますっていうのも書いておこうと思います。こちらの2色の糸で差し越していこうと思っています。今はこちらの紫の糸で差し進めている状況です。はいはい、まず外枠が終わりまして斜めに入っていきました。でこちらの2色の方で、斜めも2種類あって1本だけでまっすぐいくタイプのものと、こう2つこう2本対になってね走っている斜めと2つあるんですよね。で1本でいっている方に関してこの紫で差し子していこうと思っています。ですので今はこちらの1本の真ん中ですね、一番真ん中こちらの部分を差し子紫の糸で差し子をしています。で道なりに行ってで、外枠にぶつかったらその近いところで曲がって、でまた外枠にぶつかったら曲がってっていう感じで、この糸がなくなるまでそのように進めていこうと思います。見やすい分かりやすいっていうことで言えばこの斜めのラインでひたすら往復するのが分かりやすいし進捗も見えやすいといえば見えやすいんですよね。このままで
こう隣に行ってこうやっていくとね、そうなんですけど、私は、これはどっちがいいっていうことではなくて、あくまで好みの問題としてなんですけれども、こうぐーっといって外枠に行ったら、なるべくここの糸の渡す部分を短い距離で行けるところに進みたいっていう方を選択したかったっていうことですね。なので例えば今ここまで行ったとすると、このまま同じ向きで隣に行くっていうとここなんですよね。でここになると、ここからここまでこう距離があるんですよね。ここからここまで同じこの向きでいくと。でも例えば、向き変わっちゃうんですけど、こっちの向きで次行こうって思うと、こう半分の糸を渡すのが半分の距離で済むんですよね。こっちでもいいし、こっちでもいいし、こっちかこっちかで、ただそれだけの差といえばそうなので、もちろん進むのが分かりやすいようにこう言ってもいいんじゃないかなとも思いますし、ただそのあたりでどっちが好みかっていうところで、私は糸を渡すのが短く済むのがいいなって思ったので、外枠まで行ったら向きを変えるっていう方法を選択しようかなと思っています。はい、では今ここですので、このまままずは外枠にぶつかるところまでまっすぐ進んでいこうかなと思っています。皆様もどうぞごゆるりとお過ごしいただければと思います。
外枠にぶつかるところまで来ましたので、ここで向きを変えていこうかなと思います。ここのやっぱ向きを変えるところをどう糸を渡していくかっていうところがなかなかちょっと考えどころですね。一回こういう風なパターンを決めたら全部同じようにしたいなっていうふうには思っているので、次はここ行って、うーんうーんはい、今ここの向きをまずまっすぐここまで行って、この向きで行って、次はこっちの向きですね。こっちの向きに進んでいこうと思います。はい、ということで一旦ちょっと飲み物飲みつつコメントを追っていきますね。はい。はい、皆さんおはようございます。ありがとうございます。コメント、挨拶を、はい、たくさんありがとうございます。はい、収録動画の方を見てくださいましてありがとうございます。外枠をくぐったんですねということで、はい、よく見てくださってありがとうございます。じゃあ、この流れで収録動画の方を少しお話しさせていただきますね。収録動画のまず、朝の葉のそっちは模様出しの方の朝の葉の、制作している様子を収録動画の方で6回に分けて配信したんですね。でその6回目で完成ということで、そちらの動画が、今日月曜日ですので、この前の土曜日ですね、7月6日でしたかね。そこで、朝の葉完成しましたということで、動画を配信しました。で、そこの動画の中では刺し終わってこう最後の糸処理をしながらですね、なんとなくこう感想をお話ししたっていう感じですね。それで次回の予告も最後の方にお話ししたというような感じで、ただこう動画の方ではそこまでで終わったんですけど、それでもう完成してますからね。なんですけど、インスタグラムに投稿するときに縁を飾ったのですね。はい。なので、動画で見ていただいたものと実際にインスタグラムで写真で投稿したものでは片やそのままで、片や縁飾りをしているっていう感じの違いがあります。最終的にはね、なんとなく気分的に外を飾りたいなと思いましたので、インスタグラムの方ではそのようになってますっていうことですね。それがまず、
完成しましたと、6回まで、6回に分けて動画を配信してまず完成しましたということですね。で次の動画ではですね、手帳の話をしようかなと思っていて、でそれを多分じゃあこの流れで予告的な話をお話しさせていただきますと、そちらがまだ収録を撮っていないのですね。ただ今日撮ろうかな、時間がもし少しね、取れれば今日撮ろうかななんていうことは思ってました。でその時は手帳関連の話をしようかなと思っていて、手帳関連って言っても急になんでっていう感じになるかと思うんですけど、刺し子の記録をする上でこんな風に手帳を活用してみようかなっていう文脈です。基本は刺し子関連のことをこの YouTube では投稿していこうと思ってますので、刺し子を記録する上でっていう話になります。でその時に一緒にあれの完成しましたの報告も一緒にしようかなと思っていて、それは何かというとライブ配信の方で、今はこちらの方眼差しですけれども、これの一つ前が、変わり朝の葉ホビーラホビーレさんのでその完成しましたっていうのもライブ配信のお話も少しね雑談的にしながらそちらのライブ配信ではこんな風に完成したんですみたいな話も一緒にしようかななんていうことを、まだ動画撮っていないので、あくまで今の私が頭の中での計画ということでお話しさせていただきました。ライブ配信ですとこのようにこんな風に考えてますみたいなことをリアルタイムでお話しできますので、ライブ配信を見ていただいているとそういうのがちょっとポロポロこぼれてくる可能性があります。でその時に収録動画の方でも見ていただくんですけど、こちらのライブ配信でも一足先に朝の葉完成しましたのご報告をしようかなと思いまして、ちょっと一旦こちらを脇に置きまして、はい、こちらになります。はい、こういう感じでございます。完成しましたっていうのは刺し終わったところの段階でね、完成しましたっていうところではライブ配信では見ていただいていたんですけれども、その後ですね、アイロンかけたり一回洗って模様線を消しまして、そして、アイロンかけたりとか、あとはまだそのライブ配信で見ていただいていた時は刺し子が終わったっていうところでしたので、こういうところにね糸端が少し出てたりとかもありましたので、その辺も切る作業を私の宿題として最後の仕上げまでっていうところで、ここの数日間でやっていましたので、それがこのように完成しましたということで、収録動画の方でもご紹介はしようとは思っているんですけれども、まずはライブ配信でやってきたものですので、こちらで一足先にこのように完成しましたっていう、ご報告とご報告ですねはい。でこちらが表から見ていただいたところで、裏から見ていただいたところはこのような感じになりますね。なのでこの間にあれも閉じてます。ここですね、外枠もこの字閉じで一周していますので、ここも閉じられていますし、糸端も切っている状態です。このように完成いたしました。そうですね、刺し応えがありました。こういう感じでライブ配信で、ライブ配信の時にしか刺していないっていうことですね。収録動画の方ですとここまでは宿題にしてきますねみたいなことで刺し子を自分なりに進めて、でポイントのところを動画に撮って流しているんですけれども、ライブ配信はその逆で、もうひたすらここでしか刺し子はしていない。仕上げに関しては宿題とさせていただきましたけれども、それ以外の部分に関してはもうずっとライブ配信でやっていましたので、
多分4月24から始めて、で終わったのが7月の頭っていう感じでコツ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 やってきて、はい、このように完成いたしました。はい、裏もアップで見ていただきますと、また模様の出方がね違うところも面白いなと思いながら、はい。で収録動画の方でもちょっとライブ配信の感想を混ぜながら、はい、そちらでもご報告はしようと思っていますので、はい、後ほどというか今の予定では次の動画で上がってくるかなと思いますので、そちらの方もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで収録動画の方の予告の予告と、あとはこちらの変わり朝の葉の完成のお話をさせていただきました。はい、ということで、刺し子の方に戻ろうと思います。引き続き次はですね、こちらの方眼差しになっておりますので、こちらも同じくライブ配信の時だけ、進めていこうと思っていますので、進めないとですね、いつまでたっても終わらないっていう感じですので、淡々とこちらの方を進めていこうと思っています。はい、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。そうそうそう、可愛いですよね。今回私もちょっと初めて先ほどの一目刺しの方の朝の葉ですね、それね初めて刺しましたので、無事に最後までさせてよかったななんて思いながらいます。はい、では今の向き、ここですね。ここまで刺し子したので次どうしますかね。少々お待ちください。そうですね。次こっち行って道なりに外枠にぶつかったら直角に曲がってっていうのを繰り返していこうかなと思っています。そっか。どういう糸の渡し方になるんだこれは。少々お待ちください。端っこのパターンをちょっと今把握するために他の部分の針目と比較して見ておりますので、少々お待ちください。うん。まだこれ私刺したことがない模様なので、特に端っこあたりがねどういうふうにこう糸を終わらせて角度変えていこうかっていうパターンがねまだ定まってないので、ちょっと注意しながら進めていこうと思っています。ある程度回数こなしていると、この端っこのところ裏こう見えるからなみたいなこととか予測がつくんですけれども、これはちょっとまだわからないので、今針目のパターンを見つつ慎重に進めているという感じです。でもまだまだというか、変わり屋さんの葉の方がその点に関しては難しかったなっていう印象はあります。こちらの方眼差しより変わり屋さんの葉の方が、特にこの外枠にかかる針目の
表はもちろん印刷されてる通りに刺せばいいんですけど、じゃあ裏をどう渡して糸を終わらせるかっていうところですね。例えばこっちの先ほど見ていただいた変わり朝の葉、これも収録動画の方で話そうと思ってたんですけど、今ここをこう見えてるのは印刷されているところをそのままやって、こういう感じで端っこは終わっていたから、それはそれでいいんですけど、じゃあ裏のね、ここをどこまで糸を渡して終わらせていくか、例えばここの点まで含めるかとか、そこを微妙にこうあえて刺さないで隙間を作るかとか、でなおかつこう一旦パターンを決めたら、そのパターンに準じてやっていかないと、ここの端っこの模様の出方が変わっちゃうから、特にこの集まったこの点々の部分とか、ほんと細かく言えばこの六角形のとかのこの一辺ですね、ここの端っこのこの一辺、ここもちゃんとこう刺して終われるかっていう、ここが、ね、抜けちゃったりとかするとパターンが変わっちゃうのですよね。で現にここを刺し子する時に何箇所かこの最後のここの部分ね、抜けたりとかしていて、それを斜めで近く通る時にここ抜けてたんだよなって言ってこう追加して井戸渡したりとかっていうところの、なんかそういうのをね、だからどういうふうなどこまで裏を糸を渡すかっていうことと、あとそのパターンを決めたらね、やっぱ統一性を持たせたいので全部同じパターンでね、この糸の模様の切れ目ですよね。ここはね、特にこっちの方が方眼刺しよりこっちの方がすごい頭悩ませたなっていうふうには思いました。そうですね、こっち側よりこっち側の方が難しかったなっていう感じはありますね。先ほども言ったここのね、六角形の部分のこの中途半端な、これ見えるかわかんないんですけどこの最後のこれここがね悩みつつ、でもなんやかんやでこうね、同じパターンで、多少のねバランスのちょっと違いとか、短いこの中でもちょっと短めとか、隙間空いちゃったなとか、そういうのはもちろんあるんですけれども、パターンはねなるべくこう統一したいなって思いながらみたいなことですね。そのあたりがだからきっとこのあたりが階層をこなしていくと、ここの端っこで裏ってここの部分ってここの六角形のこの一辺になるんだよなとか、回数をこなすと予想しながらさせるんですよね。でも今回これ初めてだったから、この短いこれはどこに当たるんだみたいなこともわからないで刺してたっていうことですね。そこがこっちの方がちょっと難易度高かったなっていうのは思いました。でもだからこそこう達成感みたいなところがあったので、これはこれでね一つのこの裏の勉強にもなりましたので、それはそれで良かったなっていうふうに思いましたし、前も言いましたけどね、自分は方眼線を引くだけで、このパターンをその方眼から差し子できたらいいなっていうのが、いずれの目標なので、ただ他の模様とかもやったりするので、いつになるかはわからないです。でもいつかはねそういうのやりたいなっていうふうに思いながらいます。そのね最初の初めの一歩としては印刷をされているものを今回差し越したっていうことになります。はい。ではちょっと脱線しましたが、またこちらのっていうかもう7時になってる7時になってる。今日は報告なんかも一緒にいたしましたので、なかなか進むペースがいつもよりは遅かったかもしれません。ね、この裏をどういう糸のパターンで出してあげるのか正解なのか、
いい感じに見えるのかがまだ私分かんないままここの端っこまで刺してますね。これがどこの一部分になるのみたいなことがね、これじゃあまだ全然読めないなっていうか、まあもちろんこう見本とかの裏を見ればいいんでしょうっていうことなんですけれども、やっぱりこう自分で刺していって刺した結果、ああこことここがぶつかるのねみたいなことをやっぱやりながら実感していきたいなっていうことですね。はい、ということで、今日差し越したところを見ていただきます。斜めの方に入りまして、はい、ここの途中あたりですね、このあたりまで刺していたので、ここの途中を行って外枠にぶつかりましたら道なりに曲がっていく。で道なりに曲がっていっていく中で、この糸がねなくなるまでこのパターンを繰り返しながらぐるぐるやっていこうかなというふうに思っています。はい、ぜひこちらも完成まで見守っていただけましたら、そして一緒に刺し子をしながら、もちろん同じ模様でも違う模様でもそのあたりはそれぞれにお任せいたしますので、お好きな模様で、一緒にできたらいいなとか、まあもちろんながらみなのでね、見ていただければ嬉しいななんていうふうに思っています。で、刺し子の話が以上で、手帳ですね。今日の記録をつけましょう。記録というのは1ヶ月で俯瞰してこのページに記録していこうかなというふうに思っていまして、ライブ配信のゾーンがここになっていますので、ライブ配信したらここに丸印をつけていこうと思って、それをライブ配信が終わったら、丸印をつけるということを、やろうかなと思っています。そして今、こちらのこれですね。少々ちょっとフレームアウトしたらすみません。印がちょっとずれちゃうから。はい。はい、違う違うとこ、やってないところに今やってないところに貼ってしまった。今日のとこに貼らないとダメですね。すいません、フレームアウトしてますね。今日月曜日のここです。ここに、はい、今日の、丸印をしときましたので、やればやっただけここが丸印がついていきまして、何か動きがあったらちょっとこの辺りの横のところにね、メモしようかなと思ったりしています。で、こちらの方眼出しはこういうのを見ると、7月4日から始まったんだなみたいな、ここにね方眼出しって書いてあるので、わかるかなというのがこのページを見るとわかるかなと思いますので、先ほど言った収録動画の予告で手帳の話なんて言ったのはこちらの手帳の話になりますので、その収録動画の方でもお話しするんですけれども、ライブ配信を見ていただいている方はあの手帳のことね、はいはいっていうのが分かるのではないかなと思っています。なので後でというか、いずれこの手帳の話が、手帳っていうかここのね1ヶ月のこのページの話ですね、これが出てくるのではないかなと思っています。はい、じゃあ今日のね丸印もつけましたので、はいでは失礼します。はい、手帳の方話はこんな感じで、はい飲み物飲みながらコメント追ってきますね、すみません。はいはい、そう端の小さな針目っていうところがね難しいんですよね。そう裏がどう出るかっていうところなんですよね。表で見てここで針の侵入位置と侵入角度によって裏にこういうふうに糸が渡っていくんだなとかっていうのが
出てくるので、そのあたりで、裏の模様がどう出てくるかなんですよね。そこもちょっとやっぱ裏から見てもいい感じに模様が出るといいなみたいなことを思いながら、刺し子をしています。はい。そういずれね方眼線でやってできたらいいなっていう感じでは思っています。はいはい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ということで、はい、時間も過ぎます。7時を過ぎていますので、今日はこの辺にしようかなと思います。はい、リアルタイムでご視聴いただきありがとうございます。コメントもたくさんありがとうございます。このままライブ配信の方は公開状態にしておきますので、もしお時間のいい時に見ていただきましたら嬉しいです。はい、ということで、以上となります。ありがとうございました。はい。はい、ありがとうございました。はい。そうですね。暑いので、はい。気をつけてどうぞお過ごしください。はい、こちらこそありがとうございました。失礼いたします。